はい、皆さんこんばんは。では、LCK、リーグオブレジェンドチャンピオンズコレアスプリングスプリッツ、パッチバージョン 7.2 の、ウィーク4ゲーム2 SKTVS アフリカ、実況は、たくまん、解説はじゅそさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこれ実はすみません、2戦目になりますね。はい、2戦目ですね。1戦目はなんとSKT が初敗北、アフリカに、負けてしまったので、これはちょっと実況配信せねばと、配信をつけました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これすみません、パッチ 7.2 なのでまだレンガ強いパッチですよね。はい、レンガはまだ強いパッチですね。レンガバンしてない。そうですね、先ほどの SKT がバンをせずにピックをしていましたが、今度は SKT、そうですね、今度はアフリカ側が取りました。SKT 側は、取りませんでしたね。取らない。すいません。レンガ取らない。そうですね、やはり先ほど1戦目にアフリカフリークスは相手にレンガを渡して勝ちをもぎ取ったので、同じようにレンガを渡しても勝てるという自信があるんじゃないでしょうか。なるほど。で、SKT 側はレンガよりバルスを優先したんですね。はい。足でも代用できそうなんですけど、そうですね、やはりバルスの方がダメージは出るんですよ。ダメージパーミニッツは足よりもエースが速くなるバフも来ましたよね、そういえば最近。はい。なので、バルスを優先して取ったのがいいでしょうかね。お、ライズ、フェイカーのライズが見れますね。はい、さすがに1戦目のカタリナはちょっと突っ込んでいった時にエグゾースト2枚がだいぶ効いてしまったので、ライズだとエグゾーストをもらっても遠くから打つことがまだできるカタリナに比べてですね。なるほど。ということで、結構したんだと思います。先ほどは、フェイカーのカタリナ相手にアフリカ TV なんですか？アフリカフリークスです。アフリカフリークスは、エグゾースト2枚、誰と誰がエグゾースト持ってたんですよね。ミッドとサポートですね。ミッドのコースとサポートカルマが入ってます。ミッドもエグゾースト、なるほど。はい。SKT がさっき負けた原因としては、そのフェイカーのカタリナがエグゾースト2枚でダメージを出せずに、やられてしまったと。そうですね、先ほどはトップレーナーフニーのベースがアップオフでダメージを削りつつという構成だったんですけれども、マリンのウルトがもう見事にゾーニングだったりダメージを出したりでいいポジションに決まっていたので、なかなかカタリナが入るタイミングがつかめなかったのが中断戦における敗北の要因となったのかな。それで SKT 側は今回ファースト版をランブルと。そうですね、やはり先ほどのマリンのランブルはちょっと危険だということで、もしかしてですよ、サード版の懸念もマリンの、懸念を取らせたくなかったということですかね。はい、マリンに対してのターゲット版ですね。ウィーク1で見せたマオカイに対する、ソロレーンでのプッシュ、フロマレハリケーンでしたっけ？はい、あれをちょっと警戒したのかなというふうに思います。ちなみにあれですよね、マリンは2年前 SKT だったですよね。はい、SKT に所属してフェイカーのチームメイトでもありましたね。確かその時マリンはそのフェイカーのおかげで勝ててるみたいなのを思われるのが嫌で脱退しましたよね。なんかそんな噂も流れてましたよね。マリンはちょっと年齢20後半だったと思うので、中国、移籍してなんて言うんでしょう、給料のいい方にというのもあったのかもしれませんが。じゃあもう30歳近いんですよね、マリンは。26、7だったと思うんですけれども。はい。おっと、これはミスフォーチューン、サポートミスフォーチューンはカルマのカウンターなんですか？そうですね、カルマのカウンター、カルマ自体にそこまでカウンターはないですけれども、レーニングは非常に強力なので、レーンで勝っていこうという意思も入れますよね。なんか、ザイラとかマルザハール相手のはよく見てたんですけど、カルマ相手にミスフォーチューンも出すんですね。そうですね、ただザイラ、マルザハールとバンされているので、レーンで勝てるチャンピオンはもう、ミスフォーチューンしか残っていないという判断です。ああ、なるほど。はい。
なんかピック版見るとSKT 側がそのジャングルレンガーミッドのライズえらい SKT 側が強そうに見えるんですけど、どうですか？そうですね、ちょっと意外だったのがフンのグラガスですかね。なんかこれちょっと驚きだったかなと。最近ちょこちょこグラガスが韓国の KR 様のソロ級でもグラガストップが流行ってるみたいなんですけど、はい、そういう噂は聞くんですけど、それ普通の AT ビルドですかね、タンクビルドですかね。タンクビルドだと思いますね。さすがに満開相手に AT ビルドをするのはちょっと勇気がいると思います。タンク活用で、そのグラガスのウルトを使ってイニシエートとかそのピールに使うということですかね、集団戦で。そうですね、それが主になってくると思いますが、MF はサポートなんでそこまで気にはしませんが、あまりシナジーは正直薄いですよね、グラガスと MF に対して。グラガスとのピールをしたかったのかな。謎ですね、謎というか。そうですね。それとあと1個ですよ、カシオペアのダブルってもしかしてグラガスのEのツッコミをダッシュを止めたりできるんですかね。そうですね、乗ってから止めれるとは思います。起動中はちょっと厳しいと思いますが、ただライズのハードカウンターではあるので。カシオペアですか？はい。あ、そうなんだからよくカシオペア見るんですね。そうですね、ライズに対してのカシオペアっていうのが、先 7.1 の頃から定番になってましたね。なるほど、それで皆さんカシオペアを使ってるんだ。はい、そうです。そういうことですね。はい。試合が始まったらタイマーだけ見えるように画面を調整しますので。はい。Hooney, no! Body slams over the wall. He gets locked down. The twisted advance flashes over. Do they follow? Yes, they do. First blood already to a freak of freaks back onto Spirit. 始まりましたね。早速試合が、おっと Can they catch him? Still 1キル取ってる？なんだなんだなんだ？フリがちょっと追いましたね。見てなかった。はい、バロンピット内から裏の物資に対していいのブリンクを使用したんですけれども、そこに4人待ち受けてましたね。いや、これは、はい、アフリカフリーク側の読みが当たったと。フリーがワードを置きに来るのを予想しての4人トップバロン裏警戒と。はい。だいぶこのアフリカフリークスはSKT の研究をしてるみたいですね。なんかその去年も SKT に勝ち越したのはこのチームだけだったということらしいんですけど、いやー、やはりSKT 対策できてますね。すごいですね。SKT に勝てばもうそれでいいみたいな感じなんですかね、もしかして。それはさすがにないと思いますけれども、やはり強いチームに勝つというのは自分たちのチームのモチベーションも上がると。ああ、なるほど。いや、これでジャングルにキルが入ったのはやはり大きいですね。そうですね、もうレンガーがアグレッシブに動けなくなったということですよね。それに加えてミッドレーナーがハードカウンターであるカシオペアを当てられているライズですので、フェイカーのライズですので、押し込まれることが多分多くなると思います。それで相手ジャングルに対しての視界のコントロールが取られてしまうというのが一つ大きな懸念材料ですね。なるほど。ただライズ側がプッシュして CS も勝っていますね。ライズは、それを分かってる、ジャングルがキル差で負けてるので、それを警戒してプッシュってしてるんですかね。そうですね、やや強引にでもプッシュしていかないとジャングル差で負けてしまうというのが分かっていると思いますので、この辺りは経過の判断です。はい、チームプレーを考えたプッシュだったと。はい、序盤はカシオペアもそこまでマナを使ったらもちろん強いですけれども、なかなかプッシュという面ではライズにはかなわない
directly insert himself into those fights with the realm warp. ちょっとすいません、YouTube の方のリンクを貼るので、ちょっとすいません、喋っててもらっていいですか。はい、わかりました。そうですね。ボットレーンはやはり、バルス対 MF の、バルス MF 対シビアカルマの対決なんですが、やや SKT 側が有利に進めていますね。押し込めているのが、好印象かなと思います。やはりジャングルが待っているので、なかなか押し込む危険性はあるんですけれども、押し込まないと、逆にミッドレーナーとジャングラーと一緒に変えられてしっかりコントロールされてしまうので、無理でも少し押していかなければならないのかなと思います。His power window is really level 6 to 11 when not many champions can deal with him either in a side lane or in a team fight. で、これは3バスコントロールをしたのがベイブスですかね。やはり序盤に3キル取った分、非常に大きなアドバンテージもらえてますね。Knocks him down with a twisted advance, but they won't get much damage in. He's helping to push the lane here. はい、すいません、戻りました。はい、ごめんなさい。おっと、トップでお互いヘルスが削れていますね。はい、これはスピリットいい読みだったですね。レンガがおそらく来るだろうという予測をすでに立てていたので、それに合わせてカウンターガン狙ってました。これトップのマオカイとグラガスのマッチアップなんですが、はい、まあ世界最強と言われるトップレーナーのマリンの、マオカイに合わせてグラガスを出したっていうことは、レーンで有利なんですかね、グラガスは。そうですね、ちょっとこのマッチアップ、ここ最近だとあまり見ないマッチアップなので、僕も詳しくはちょっとわからないんですけれども、おっと、ライズがシビルが1人ですね。これはエグゾーストをかけたところにおみそ落ちがしっかり切る。いやー、フェイカーのいい寄りだったと思いますですね。カルマがリコールしたタイミングを見てすぐにボットに寄ると、素晴らしいですね。いや、この辺りは視界をしっかりとコントロールしていったんでしょうかね。ちょっと映像が止まってしまって僕の方が見れなかったんで申し訳ないですが、はい、序盤1キル、To confirm, we can see it on the screen. Drunken Rage is the first max from ちょっと Huni. ゲームが止まってますね。はい、 That gets you pro level. Is going to be mostly the cooldown reduction going down. So lots of いや、 instant ちょっと予 trades 想 from 外な melee のが、 range, which he's going to be in a ト lane ッ against プレーンに Malphite for the whole 結 game. 構 So バンクに行 that っ part て is い just るという fine. のがスピリッ Mana ト cost starts to get a 意 bit 外 out か of な order と思います for ね。 the Q. So even though he won't have まあ the same ranged wave clear, はい、タンク同士の戦いなので、あまり介入せずに、 the Drunken ネ Rage ッ and the トであ cooldown ったり、 reduction ボッ before. トであっ So たりに介入 one して、 reduction build, そこから差をつけていくのが、まあ、定番といえば Drunken Rage 定番なので、そのあたりが少し意外だったか Gonna な have と to 思い assume ま it's す。 another audio. そうですね。あと、なんか基本的に SKT といえばミッドのフェイカーにガンガンガンクが来るイメージなんですけど、全然今のところガンクは来てないですよね。そうですね、やはり、まあ、ジャングラーにキル捉えたというところで、ミッドレーナーの影響を受けているんだと思います。なるほど。We'll get to calm down a bit from what has これ been already a 確 very かこの fiery 休憩時間中は second 選 series. 手は喋ったらいけなかったですよね。そうですね、喋ってはいけませんし、はい。SKT going down 2-0 is almost まあ、 unfathomable. これが何時間は続かないでしょうけれども、何十分と続くとちょっと集中が切れたり、そうですね。稀に2、30分続くことありますよね。はい SKT の、マウスの問題みたいですね。ああ、本当ですね。マウスの問題。誰かのマウスが Surprising 効かな that くなったの Faker か was な。 able 接 to make 続 the か roam 何 that かか he な。 did, but it seemed to be just on a recall from Kuro 誰 and です then か just ね。 walked down daintily to bot lane. ちなみにタクマン Goes さんは今、マウス何使ってらっしゃいますか？自分ですね、今ですね、はい。ちょっとクーガーシャーさんからもらった、550M を使ってるんですよ。はい。ただですね、ちょっとですね、自分指を負傷して、マウスが、腱鞘炎っていうか、ちょっとあれなっちゃって、もうとにかく一番軽い、一番小さい女の子用のマウスを使ってます。今ちょっと、ゲーム始まりましたね。すいません。始まりましたね。はい。ちょっと僕まだ始まってないんで、時間合わせだけ
今6分30秒。30秒ですか。はい。じゃあ、40秒。はい。ちゃんと見てもらえますか。僕も合わせますんで、30秒です。40。僕にちょうど仕掛けられてるタイミングですね。そうですね。7、8、9、40です。はい。9、50。51。すいません、たくまさん、一旦止めてもらえますか。ごめんなさい。じゃあ10秒止めた方がいい。はい。はい。僕今50秒です。1、2、3、4、5、6。はい、OK です。はい。ダメージが強いですからね。カルマはその CD2 はダメージ出せないと。はい。結構なんか、少し最近、ゲームの、おっと、レンガーがまた捕まる。先ほどトップレーンに対してのガンク、しっかりとレンガーがカウンター取れていたのが、非常に素晴らしかったんですが、それはスピリットがトップに何度も狙っているという情報が元から分かっていたので、それに対して合わせたのが良かったですね。ただマリンが突っ込んでしまう。いやー、ライズまで合わせてます。ライズがウルトで飛んできた。ここにライズの QWQE9。おっと、魔王か。おっ、うまい。フェイカーがしっかりタワーのダメージを吸ってましたが、しかしマリン、耐えきれ、耐えきれませんでしたね。おっと、バルスのウルトが。ただここはやはり、トップレーンに3枚使っているので、トップレーンに出力、プレッシャーを与えてくるだろうということで、押し切れませんでしたね。なるほど。さっき、ジャングラーがトップ側に来ないということは、グレイブスがボット側にいる可能性がかなり高かったと。そうですね。そしてミッドレーナー、フェイカーがトップに寄っていたので、カシオペアは逆のサイドに来るだろうという予想をして、バルスミス装置は深追いをしなかったということですね。なるほど。考えたことない。ここでフェイカーがウルトで飛んできて、しっかり、ヘルスがあるので、タワーのダメージを吸う。この辺の連携すごいんですけど。はい。あとちょっとでしたね。これフェイカーもしかしたらあと1回タワーダメージ吸えた可能性もありますね。可能性ありますが、ちょっとリスクあったのかもしれません。いや、マリンすごいですね。CS さん見てください。お66対39。プロでこの差はすごい。すごいですね。おっと、カルマが不用意に前に突っ込んだが、ブラストコーン、おっと、レンガーもいるか。ちょっとレンガーのポジショニングを分かっていなかった、見失っていたのが、スカッシュダウンまでつながった要因ですね。そうですね。レンガー、最初に、グレーブスがゲーム開始直後にキルを取って、かなりジャングル差で不利になるかと思ったんですけど、かなり敵ジャングルにどんどん入ってきてますね、レンガーは。やはりトップでのカウンターでキルをもらったというのが一つ大きかったんじゃないでしょうか。なるほど。いつの間にかキルも同じ CS も勝っていて、全然ジャングル差ついてないですね。そうですね。ピーナッツがうまくポジショニングしっかり取れていたなと、印象深いですね。おっと、バルスのウルトが当たって前に出たところ。いや、これはフェイカーが寄っていたので、かけていったんですが、グレイブスの位置が分からなかった、視界がなかったというのが、確かにカルマがやけに前に出過ぎっていうのが思ったんですけど、そのグレイブスがカウンターガンクに来ているからこそ、カルマはベイト的な感じで前に釣ったんですかね。おーっと、前に出る。フェイカー一人で。強気ですね。すごい。1対3でしたから、普通に考えれば倒されてたと思うんですけれども。サポートカルマのヘルスが減ってるのを見て、1対2でもいけると判断して、前に突っ込んだんですかね。そうですね、それが一番大きいと思います。もっとフェイカーがジャングルピーナッツの方か、フニの方を見てるので、ジャングラーピーナッツのマウスがおかしいみたいですね、さっきから。そうですね。新しいマウスに交換するんだと思います。これって自分が使いたいマウスを何個も用意してあるんですかね、事前に。ちょっと前になるんですけれども、基本的には、
なんて言うんでしょう、デバイスは運営側に預けるというのがスタンダードでして、はい、細工できないようにという、そしたらまあ、崩れないようにという感じでしたね。自分が使いたいマウスをまあ、2、3運営側に預けておいて、こういうことがあったら運営側が持ってくると。いうのがまあ、数年前というか2、3年前はスタンダードでした。今も多分そうだと思います。まあ、じゃあ使いたいデバイスは使えるということなんですね。そうですね。ただスポンサーされてるところの指定されていると思うので、その中からということになると思うんですね。なるほど。Consider what we have back to back. Africa versus SKT, which we now know is a cool series because Africa won game 1 to make it more competitive than even we were optimistically hoping for. これしかし SKT は後がないのでもう、そうですね、なかなか難しいモチベーションというか気持ちになっているとは思いますけれども、ここでグラガスを試してくるというのは少し面白いですね。まあただそのグラガスで魔王界をまあ止めれる、まあレーン5分程度に戦えるという目論みあったんでしょうけど、やっぱりマリン強いですね。マリン強いですね。やっぱり世界取った男は伊達じゃないという感じですね。2年前確かにフェイカーがいるから SKT が優勝したみたいな声も大きかったんですけど、結局トップのマリンは常にレーン勝ってましたよね。そうですね。優勝した時はフェイカーもいてマリンもいるっていうのがすごかったですね。フェイカーを潰してもまだマリンがいる。マリンを潰してもフェイカーが存在するというのが大きかったのかなと思います。ただそれに比べて去年はチーム全体で勝ってきたっていうのが個人的には大きいのかなと。はい。もちろんフェイカー頼りというのは否めないところはあるんですけれども、それでもチーム全体で向上して上がってきたのかなという印象がありましたね。なるほど。マリンはやっぱこれ勝ちたいですよね。やっぱ SKT がその年優勝できたのは俺の力がでかいんだっていうのを証明するためには、やはり SKT に勝ちたい気持ちはマリン大きいのかなって思ってしまうんですけど。そうですね。それに去年は中国で少し振るわなかったシーズンだったので、今年はという、今年こそはという見込みももちろんあると思いますね。なんか今年中国から韓国人が多数脱退っていうか、抜けてきたらしいですね。何なんだろう。そうですね。ただ中国のビザの問題だと思いますね。ビザの問題、はい、なんか韓国人が韓国に戻ったり、NA、EU にどんどん流出したっていう話を聞いたんですけど、海外の選手のビザの問題って、中国で働くことがまあ、ロールで働くことが難しくなったと。いうことが上に挙げられると思います。なんだそのカメラ目線は。やることがないです、ね。笑顔で癒してくれてますね、この子。なんだ。分かってますね。視聴者を楽しませる方法を。このピースも飛んできた。やはりこのボットレーナーは。これ誰ですか？バンとウルフですね。バンとウルフ。はい。サポートですか？はい、サポートプレイヤー。もうこの目線。やはり世界ナンバーワンのチームにいるプレイヤーですから。どっちも引かないかと。おっと、ウルフの方がカメラマンに負けたと。いや、これはファンも満足して、ファンさらに増えるんじゃないでしょうかね。こういうのはやっぱ増えますよね。はい。やはり今、LCK では3チーム、ボットレーナーが非常に強いチームがありまして、まずここ SKT ですね。はい。SKT のバンとウルフの攻撃。そして KT ロースター。KT ロースター。なんか、常に2位らしいですね。2位というか、無冠の王者みたいな。はい、KT ロースターは今年こそはというシーズンなんですけれども、果たして、まあ、今負けてはないですから、デフトとマタの攻撃ですね。お互い中国から帰ってきた選手同士なんですけども、KT ロースターは。デフトとマタなんですね。はい、デフトとマタ、多分聞いたことがある人が多いと思いますけれども。名前はもう2人ともものすごい知ってる。まあ、デフトってやっぱり AD キャリー最強なんですかね。そうですね、まあ世界最強と言われていますよね。結構長いですよね。はい。レーンは絶対負けないぞと。あと、そしたらあと1チーム強いというチームは、
ちょっと待ってくださいね。ローンチだったかな、GA だったかな。すみません、ちょっと待ってください。いや、ただこのアフリカフリークスもマリンがいるだけで、存在感があるというか。はい、すみません、お待たせしました。ローンチですね、ローンチゲーミングですね。ローンチゲーミング？はい。あんまり聞いたことない名前ですね。聞かない名前だとは思うんですが、LCK では10位ぐらいの真ん中ぐらいのチームだったんですが、今年はロックスタイガースからプレイとゴリラという。あ、ゴリラ。あ、プレイとゴリラよく名前聞きますね。はい。去年の準決勝で SKT と戦ったロックスタイガースのから移籍してきたボットレーンコンビですね。あ、2人揃って移動したんですね。はい、2人コンビで揃ってきた。それは効率が良い。はい。このコンビはもう安定したレーニングをしてくる。この3チームがボットレーンは注目なので。そうなんだ。ぜひ。サムスンとか、例えばこのアフリカフリークスとか、それよりもまだ下。そうですね。やっぱりもちろんゲーム全体5人で見るとサムスンの方が上とか下とかそういうのはありますけれども、ボットレーンコンビ2人だけで見るとやはりこの3チームは秀でてるのかなという印象が、はい、ありました。ちょっと長引いてますね。長いですね。マウスが、これ、マウスじゃなくてパソコンの方のその USB デバイスっていうかその入力の、そっちの方じゃないのかな。ちょっとどうなっているのかわからないですけれども、タクマンさんはマウスの問題とかはないですか？いや、以前はあったんですけど、最近はもう全くなくなりましたね。ああ、そうですか。いや、結構子供がマウスを引っ張って、なんですかね。あ、始まりました、試合が。はい。よかったです。まあ、キルデス33、10分50秒のところですね。ゴールド差もほぼなし、キルデス差もなしと。はい。こうした試合になってますね。そうですね。で、お互いジャングラーが2キル持ってますね。そうですね。それを考えると、やはりピックアップが得意な、レンガの方が若干良さそうな気はします。そうですね。イニシエートで考えると、あとやっぱりグラガスのウルトまである SKT の方が好きな時に集団戦を始めれて、まあ、危なかったらグラガスのウルトでピール等もあるので、集団戦って考えるとやはり SKT の方に分がありますかね。ただやはりレンガというチャンピオンが集団戦というよりも集団戦をしている最中に裏からというチャンピオンなので、その点がどう影響を与えるかですね。ああ、なるほど。はい。ただこのマオカイとグラガスのタンク力の差と考えるとやはりマオカイの方が上ですよね。そうですね。マオカイの硬さはもう言わずもがなと。そうですね。CS もまあ約30近く買ってると、まあ中くらいの武器防具一つ分になりますからね。ということは逆に SKT 側は集団戦を始めないようにグラガス等でピールをしつつレンガーで相手のキャリーのピックアップを狙うような感じなんですかね。もしくはまあジャングル内で相手のジャングルにワードを置くことができればジャングル内でピックアップなどを狙っていくのが狙いなのかなという気もします。なるほど。レンガーの利点を生かしたジャングル内でのピックアップですね。先ほどからそのボットレーンのそのドラゴン前あたりにお互いかなりワードを置いてるんですけど、これはライズが下ってくるのを警戒してるんですかね。それももちろんあると思います。ライズはウルトでどこでも飛べる、どこでもというほど距離はないですけれども、飛びやすくなるので、その飛べるポジションにワードを置いてるんだと思いますね。そうですね。お互いやけにそのボットレーンの周辺にかなりワードがあって、ただそのワードを SKT 側の方がいやー、視界がなかったですね。トップからリバーに対するワードがなかったので、マリンが降りてきてるのを把握しきれてなかったですね。そしてこれファーストタワー取れたら相当、はい、特にミッドレーンなので、これは試合に対する影響はものすごく計り知れないほど大きいですね。パレサ1200一気につけましたね。ほぼ互角だったのが。いや、これはちょっと SKTまさかの連敗
ゲーム敗北というのもちょっと考えられますね。かなり厳しいですね。ただボットレーンが CS バルスが勝ってる。なんかずーっとボットレーン見てるとミスフォーチューンとカルマのヘルス差というか、常にヘルス差では SKT が勝ってるように見えるので、はい。どうにかボットから崩したいんですかね。あ、ボットタワー折れましたね、先に。はい、それをね、ボットタワーのファーストタワーブラックを狙って、ワーリングをお互い仕掛けていたので、ただそれがフェイカーが捕まってミッドのファーストタワーを取られてしまったと。はい、先ほどのはマリンのロームが素晴らしかったのが特徴づけられますかね。そうですね、トップレーンでマリンが圧勝していることがそのフェイカーへのキルにつながってしまったと。はい。これ差もまあ多少あるかなと思いますね。これドラゴン初ですね、お互いの。はい。マウンテンドレイクかな。マウンテンドレイクですね。バロンやドラゴンタワーへのダメージアップですかね。はい。これが何気に中盤以降ものすごく強いですよね。いや、先ほどの1ゲーム目はこのマウンテンドレイク2つを取っていたことによってアフリカフリークスのバロン速度が尋常じゃないものになってました。ああ、なるほど。フェイカーは何をしたかったんだ。いや、これは相手側が見えなかったので、もしかしたら劣望バフに複数で来るかなということを警戒しての動きだったのだと思います。はい。でレンガーが結局赤枠を張りに行ってると。トップサイドに3人いるので、これ前にマリンが下がることができるのか。そうですね、ボット側にワードが集まってるのでトップサイドお互いワードがない。これはさすがのマオカイといえど、おーっとグラガスのウルでタワー下から吐き飛ばしてライズのダブルで固定固めてマリンキル取った。しかしその次にアフリカ側はボットでしっかりキルを取ると、お互いうまい。位置交換ですね。お互いタワーを交換していく形になると思います。そうですね、トップ側のファーストとボット側のファーストをお互い交換ですね。あと割る速度が速いのはやはりアフリカ側なので、ボットセカンドが攻め同様に割られてしまうことを警戒してリコール入りましたね。あ、本当ですね。これ下手したらトップのセカンド。Perhaps a more important turret, given that they now have mid and bot lane down, and suddenly Drake becomes very hard for SKT to defend. Exactly, and there's going to be a second mount break coming up. いや、このマッチアップは非常に熱いものがあります。これなんでカシオペアが有利なんですかね。ちょっと自分ライズがスキルを使う際に必ず予備動作というか、Q を打つ際の少しの予備動作があるんですよ。カシオペアが Q を当てると。はい。あ、なるほど。に加えて、はい。前を向くんですね。なので、ウルトを確実に使うんです。なるほど。はい、そのライズのスキルの特性、おーっと捕まったマオカイが。ただグレイブスが寄っている。ここは無理しない。なんだ、一瞬マオカイが止まったぞ。まあ、スネアだったんですかね。止まっていましたが、ベイトだったのか。おっとライズが飛び込んでくる。そこに見事なウルトですかね。カシオペのウルトが2人に決まって固まってしまいました。いや、フェイカーですら避けられなかった黒のウルトは素晴らしいですね。もしかするとウルト読みでワープで飛んだ瞬間に後ろ向こうが何か考えてたんですかね。いや、もちろんあったと思いますが、その隙を見逃さなかったというか、見事なウルトでした。ただですよ、お金さ意外とついて、おーっとグラガスのウルトでカシオペアを吹き飛ばした。これでミッドレーンのタワーを取れれば大きいですが、やはりウェーブクリアはグレープそれなりにありますので、少し厳しいですかね。厳しいですね。おっとヘラルドにピングをガン抱きしてますね。あ、レンガーがヘラルドを始めてるのに気づいてる。はい、これはやはりジャングラー同士でマッチアップしたときに非常に大きな効果を得ることができるので、アフリカフリークス側は気づいてるのに寄れないんですね。今はまあカシオペアがやられてるので集団戦発生したら負けてしまうということで寄れないっていうことですかね。はい、おお、うまい。いやー、ただグラガスが増えるのは見えてたはずですけどね。いや、フラッシュインもあったので、
とっさの判断ができませんでしたね。先ほどフレーズを使って、ボットレーンでフレーズを使ってしまっていたので、はい。そうすることもできませんでした。いつの間にかグラガスの CS が魔王界に追いついてますね。いや、これはフニさすがですね。ただ、魔王界はロームだったり、ボットレーンのジャンルに顔を出していたりということもあったので、その分があったのかなと。これトップタワー折れるか。折る、しっかり折る。グラガスがウルトがまだ、使ったんですね。はい、ウルト使ってフラッシュダウンで入れましたね。これ面白いのが、バルスがもうエクスキューショナーズコーリングを買っているというのがなかなか面白いですね。これは魔王界の？はい、魔王界がものすごく辛いということなんだと思います。魔王界のウルトでの回復？はい、パッシブですね。あ、はい、なるほど。あ、そうか、パッシブですね。そうですね。はい。オートアタックで回復する効果を嫌ったんだと思います、ね。お、ミスフォーチューンも持ってる？ミスフォーチューンは非常にこれスタンダードなビルドだと思います。2人で持つんですね。いや、ミスフォーチューンが持ってるなら、バルスいらないんじゃないかと思ったんですけど、2人で持つんですね。そこがなかなか意外だったのかなと。意外ですね、これは。まあ、はい、ミスじゃなかったらいいんですけど。いや、もちろんこれは狙ってのことです。狙ってのこと。相当、マリンの魔王界に対しての警戒がある。それほど魔王界を警戒させて800ゴールドを使わせたと。はい。あ、涙。まあこれ AD キャリーとしての役割だけじゃなくて、ポークとしても、使っていこうということですかね。そうですね。はい。結構、AD キャリーのバルスの場合、最近マナムネを積む場合と積まない場合と、おーっとウルト、カシオペアのウルト。簡単に避けましたね。ほんま1秒あるかないかで避けましたね。いや、今のは予測していまあ、いたんだる可能性があるかと。はい、ドラゴン戦の間近だったので、そこに隠れているかもしれない。可能性あるということで、まあ、予測しながら近づいていたと。すごい。ただ、はい。カシオペアもウルトを吐いてるので、はい、無理に仕掛けていくと死が迫ってしまうかもしれないので、これはドラゴンキグですね。そうですね。まあ、SKT 側としてはこれミッドのタワーをとにかく降りたいですよね、今は。そうですね、やはり、こちらサイドは折られているのでということもあって、マップコントロールがしづらくなるので、相手のも追って、こっちもマップコントロールを仕返したいというのがあると思います。またこれピーナッツのマウスがちょっとおかしいみたいですね。そうですね、僕のリスナーさんから教えていただいたんですが、はい。はい。マウスなどのデバイスは提出するのは1セットみたいですね。予備があるのではないかと思いましたが、1セットも。1セットだけ提出するということみたいでした。壊れてるとちょっと。はい。なので、予備の提供は運営サイド側の、なんていうんですかね、予備があったのかということかもしれませんが。なるほど。で、しかしこれ、ピーナッツ意外とイケメンですね。ピーナッツイケメンというか、可愛いってはよく言われてます、可愛いって言われてる。最近SKT が Twitch TV でよく配信してるじゃないですか。はい、配信始めましたね。で、フェイカーがダントツなのはわかるんですけど、次に視聴者数が多いのはピーナッツみたいですね。そうですね、やはりピーナッツ去年の WCS でものすごく名前を挙げましたので。やっぱり強いジャングラーということで人気があるということですか。そうですね、ロックスタイガースの5人の中でも、やはりスメルとピーナッツの人気は高いものがあるとそう思います。なんですね。やっぱなんかフニとか、バングとかより比べて1万人、2万人視聴者数が多かったので、びっくりしました。そんなに今ピーナッツ人気あるのかと思って。そうですね、なかなかアグレッシブのジャングラーなので。そんなにピーナッツは強いんですね。いや、もう今、ピカイチのジャングラーだと思いますね。じゃあ、今、ロールプレイヤーの中で一番強いジャングラーといえば、ジュストさんの中ではそうですね。ピーナッツだと思います。ピーナッツ。はい。SKT 最強じゃないですか。やはり去年のメンバーのグランクはまだいるんですけれども、演技が移籍してしまって、
その便宜を抑えてのナンバーワンだと思いますね。便宜はどこか行ってしまったんですかね。確か NA だったと思うんですけれども。もう韓国にはちょっといないのか。あと、フニっていうプレイヤー、SKT のフニは、利便のイメージがあるんですけど、そうですね。こういうタンクとかもうまいんですかね。いや、それが今回、2017年シーズンで心配されたことのうちの一つなんですよ。心配されてたんですね。はい。果たしてフニは、タンクを使うのか、使うのを嫌がらないのか、などですね。結構そしたらフィオラとかそういうキャリーチャンピオンが得意として好きなフニがチームのためにタンクチャンピオンをしっかり使えるかという。はい、そこが注目ポイントでチームとマッチするのかというのが気になってはいたんですけれども、ウィーク1でそれを覆された人も多いんじゃないでしょうか。そんなに活躍してやったんですね。はい、タンクとしても、なんて言うんでしょう。マリンであったりとか、スメブであったりとかと、遜色ないほどに、チームに大きないい影響を与えられているということで、確かにさっきのカシオペアのウルトも、その、味方にキルを与えるための、その、ウルトというか、チームプレーの、ダッシュウルトでしたね。はい。素晴らしかったですね。チャイナに行ったらしいですね。チャイナですか？そうですか。すいません。そこまで終えてなかったです。ちょっと詳しくなりたいな、いろいろ。そうですね。LJL は、結局、会津さん、レボルさんじゃないですか。で、NA は、コレアン UG さん。はい、日本人だったらもう。ということはやっぱり LCK は誰も日本語で配信してないですよね。いや、まあ、結構、ちょこちょこしてる人いレボルますか？さんも実は裏でラジオをしていたりということがあって、僕も、はい、正直、そちらをすごく聞きたいんですが、勉強させてしまったんですが。そんなこと言わずに、あっちがこっちを聞きたがるような実況解説を。はい、頑張りたいですね。頑張りましょうよ。はい。視聴者数3倍ぐらいまで出ますよ。あっちはすごい勉強になりますから。ダメだ。こっちも勉強になるような。はい、勉強していきたいと思います。勉強して負けないように頑張りましょう。はい。今年の目標は、LCK の配信、実況解説を、会津さんに負けないと。なかなか難しいハードルだと思いますけれども、はい、頑張って超えていきましょう。頑張りましょう。これは頑張りましょう。頑張りたいです。先ほど軽く話していたんですが、バルスのビルドについてですね、いろいろあると。そうですね、マラムネを積むか積まないかと。はい。3種類実はビルドある。3種類？はい。教えてもらっていいですか？はい。ヨウムと涙のビルドですね。今やってる。それ、ヨウムと涙の利点は？これはパワースパイクが早まるということですね。一番最初にヨウムを買うスタイルで、4カット時間でのパワースパイクというのが一つあるんですよ。何のパワースパイクですか？ごめんなさい。ヨウムを買った時点で、その時点で強いんです。アクティブを使った時のパワースパイク、あれは強い、ものすごいと。アクティブを使った6秒間は。はい。ここが評価されて、今、中心のメタになってますね。そしたら、ヨウムを持って、まず、連戦を強い時間作って、さらに涙から、中盤以降のポークでも強いという。そうですね。ただ、中盤は、その涙が溜まる時間が多少罰がかかるので、そこが少し怖い部分ではあるんですけれども、やはりヨウムの強さというのが際立っているかなという印象ですね。ヨウムを完成してから涙を積むんですか？というプレイヤーもいます。へー。あ、そしたら、最序盤に1回ピークを持ってきて、あとは時間を稼いでまた後半溜まった涙マナムネで、また戦えると。そうですね。なるほど。2つ目のビルドとしては、エッセンスリーバーとハリケーンのビルドですね。他のチャンピオンでも積むことありますよね。はい。これはスタンダードなクイックビルド。そしたら、スタンダードな AD キャリーとしての戦い方をするバルス。はい。ポーク性能はかなり低いですよね。そうですね。涙もないので、あまり、スキルを回せないということで、怖いところもあるんですが。そうですよね。結局強みは、集団戦でのエースが速いバルス、そして、ウルトで、相手を固めることができるぐらいになるっていうことですかね。本当、ダメージが出る AD キャリーということですかね。はい。
3つ目は何ですか？3つ目ちょっと待ってね。お忘れした。大丈夫です。なんだっけな。3つあるはずなんですよ。ごめんなさい。どこあまりにもリスナー数が少ないから。なんだっけな。いや、その3つ目が今あまりネタではないので。ただまあ、なかなか最近はナイトエッジが主流になってきてまして。ナイトエッジはもうみんな積みますよね、特にジャングラーとか。これはまあ、特にジンの方が積むのかなという印象が深かったんですが、ジンのウルトしてる最中に波だったりバードだったりでウルトが飛んできても避難されないという。どう生かしてるナイトエッジというのなんですか。あれ出てきたな。あ、なんか王剣を使ったビルドらしいんですけど。そうですね。思い出しました。すいません。王剣でした。はい。初手王剣ですか？王剣はですね、やはりトップにタンク、ジャングラーにタンク、そしてタムケンチなどのサポートタンクと3種類ぐらいタンクがいたときに王剣のパッシブが活かしやすいということですね。なるほど。はい。相手にタンクが多いときは王剣で相手のヘルスをガンガン削ると。はい、教えていただいてありがとうございます。すいません。なるほど。ただまあ、最近はサポートが AP がダイラだったりマルサハールだったりといった AP チャンピオンが主流になってきていて、さらにジャングラーもレンガーだったりカジクスであったりというダメージが主流のチャンピオンが多いので、なかなか取りづらいというか、あんまり見ることはないということですね。機会がないのかなと思います。あっち 7.4 で王剣が少し修正が来るみたいな。なんか、確か、なんだったかな。AS が下がって、はい、AD が上がる。はい、そしてアクティブがなくなるというのが少しどうなのか。なんか MS 効果はあるけど、ヘルスを吸い取れないらしいですよね。はい。ヘルスを吸い取れなくなるのが意外と大きいのではないかと言われていますが、相手の最大ヘルス 10% を回収、ただ、自分ですね、結局、使い忘れるんで、もう使うならもう一番最初に使ってしまうんですよね。いや、もちろん使わないことより使うことの方がマシ。まあ、使うだけマシっていうことかな。欲しいんだったら確実に使うべき時に使ってくれるので。なるほど。はい。しかし、ピーナッツのマウス、ちょっと心配ですね。ちょっと心配ですね。その予備がないということなので、自分たちでは準備していないということなので。特にもう、何よりもマウスっていつもと違うやつだと相当使いづらいですよね。いや、もう全く違うと思います。マウス、キーボードならまだいけるんですけど、はい、マウスってやっぱり一番重要だなってデバイスの中で。おっと、始まりました。はい、止まったぞ。おっと、実況解説の外人さん2人頭を抱えております。いや、この間のつなぐところってなかなかやはり大変ですね。まあ、初めてやっていましたけど。常に視聴者さんを退屈させないようにうまく話を続けると。これやっぱり。そのあたりも、はい、実況解説の腕が試されるところではないでしょうか。やっぱピーナッツイケメンだな。韓国人の中で一番イケメンじゃないかな、ピーナッツ。そうですか、たくまさんの一押しです。今、最近の、今日からの。笑顔が。カメラ目線で笑顔が。これ誰ですか？これマリンです。あ、これマリンですか？26、7歳の割には若いですね。そうですね、若く見えますよね。まあでも、韓国のトップレベルで20代後半で戦えるっていうのは結構、いろんなプレイヤーに夢を与えてますね、マリンは。そうですね。今26歳みたいですね。26歳。はい。もう、でも、だって、結構韓国ではまあ、18から22ぐらいまでで選手生命終わりみたいな話とかよく出ますけど。はい。20代半ばで引退する選手も多いですが、ですよね。なかなか活躍してくれて、僕はすごい嬉しいですね。ですよね。まあ、トッププレーナー最強といえば、やっぱり、まあ、トップ3、自分はマリンか、スメブトップですっけ？はい、スメブトップですね。と、あと、サムで、
おー、そのあたりですよね。そうですね、僕はあと2人加えるとしたら、フニと、はい、インパクトだと思います。インパクトって、すいません、どこのチームですかね。NA のクラウド9というチームで。あ、やっぱ NA ですよね。やっぱ、いや、韓国にはいなかったなと思って。あ、始まった。試合始まりました。はい。まあ、実はそのインパクトというのも、シーズン3の時は SKT の選手で。へー。はい。チームメイトだったんですが。何人ですか？韓国人です。あ、韓国人なんだ。なるほど。今は NA のクラウド9で2年目のシーズンに迎えてますね。韓国人 NA でやってるんですね。はい。さあ、そのマリンなんですが、2月12日に誕生日ということで。もうすぐ27歳。26歳ですね、もうすぐ。あ、もうすぐ26歳、なるほど。はい。まあ、それでも、やっぱこの、ロルプロプレイヤーの中では最長齢に近いですよね。そうですね、結構年上の部類に入ると思いますが。それでもやはり、経験をうまく活かしているなと。まあ、おじさんプレイヤーにとってはそういうの嬉しいですよね。そうですね、反応速度が遅くなってきますから。まあでも、ロルは反応速度よりも、そういう知恵というか、知識というか、その、おーっと、フェイカー、一人で二人にガンガン向かっていきますね。いや、やはり、強気のプレイヤー、重要ですよね。おー、ウルトが入った。SKT がボットの2人のウルト2枚入って、ブレイブスをかなり削ったんですけど、やはりカシオペのウルトでスタンが入ってしまうというのは、おーっとグラガスがいいところから突っ込んできました。ただこれ、はい、そうですね、これセカンドタワーに指示かけられますね。そうですね、バルスのヘルスが少ないので、あ、バルスリコールしてますね。バルスがリコールしてる間に、ただ無理しない。アフリカフリークス側も無理はしないと。はい、ここで負けてしまうと、バロンまでつながってしまう可能性も考えられるので、1デス、2デスしてしまうと、SKT にバロン取られるので無理はしないということですね。はい、逆にはい、同じような展開で、すぐ次はこのセカンドタワーが指示できる。おーっと、TV、あ、警戒。マリンがとんでもないから出てきた。ただ、これ、あ、フェイカーが捕まってる。1対3、1対4、1対3。フェイカーが落ちた。そしてマリンはフニを捕まえて、はい、3人ゾーニングしてましたね。あとバングのウルトもミス、スカス。はい、バングのウルトは、スペルシールドで、クラマが。あ、なるほど。これ SKT がこれセカンドミッドタワーももしかしたらやられる。あ、バロンですね、バロン。はい、ただ少しヘルスが、体のヘルスが減っているので、厳しいですね。厳しいですね、おいや、互い。しかし、テレポートうまかったですね。そうですね、ただ、素晴らしいテレポートでした。はい。アフリカフリークス側は、その、フェイカーを落としたので、ミッドのセカンドまたバロンか、どうにかオブジェクトにつなげたかったところですよね。そうですね、ただ、あまりまだ無茶はできないのかなと。まあ、ヘルスが減ってしまったから、まあ、無理はしなかったと。おっと、マリンが捕まるか。タンク対タンクの、はい、タンクの1対1なので、無謀な戦いと。おっと、始めてる、気づいてない、SKT 気づいてないぞ。気づいてないぞ。何スマイトめっちゃ速かったけど。これは体力回復のために使いましたね。はい、これはカシオペアだからこそできるバロンでしたね。ああ、そうですね。カシオペアの毒を当てていい連打。とにかくとんでもないスピードですもんね。はい。それに加えてマウンテンも一つあると。マウンテンも一つあるということです。確かにカシオペアの利点ってそういう後半の対ドラゴンだったりバロンだったりのとんでもないスピードっていうのも利点の一つですね。はい。いや、1戦目もアフリカフリークス大胆なバロンだったんですけれども、少し予想外な展開が。これなんで SKT が警戒を解いてしまったんですかね。ボットにマリンがいたからなのかな。なんでだろう。いや、これはバロン前に視界が取れていたんですね。スカトルの。あ、取れてたから油断していたところ、そのプラントで飛んできたと。
はい、裏に先行さして、それが取れてないことを確認してましたね。裏じゃないですね、バロンピット内ですね。なるほど、バロンピット内にピンクを置いて、スカットラーのカニの視界しか相手が取れてないことを確認して、裏から入れば、敵に見つからずバロンを始められると。はい。ただ、これもなかなかリスクの高い動きだったので。そうですよね。もしバレると、カシオペアとかはもう逃げ場がないですもんね。はい。完全に。オブジェクトも確実に1本取られるというところから。かなりすごい勝ちに出てましたね、ということは。まあ、逆に、びっくりしましたね。そういうこともあって、SKT 側は警戒を解いてしまったと。フェイカーが早い。ダブルで捕まえて。おーっと、SKT が突然、攻勢に転じている。カシオペアを落とせない。バルスのウルトがマリンに当たってしまった。これでやれないか。ちょっと苦しい展開ですね。今ので黒を落とせないとなると、なんか黒がとんでもなく回復したように見えたんですけど、あれはそうですね、リゲンションと、あとは涙の火星のシールドですね。涙のシールドだったんですね。はい。セカンド割られるとバロンあるので下手したら次も行かれますよね、これ。そうですね、サードタワーはさすがに守りたいと思いますが、あと1本はアフリカ降りたいなという展開じゃないでしょうか。ボット側のセカンド狙いに行ってるのかな。そうですね、トップレーンはまだ身を持ってないということで。ただお金さ2000円、まあそれほどついてないですね。タワー差が2本ついてバロンも取られた割にはそんなに差がついてない。これは CS の差ですか。そうですね、確かにミッド CS50 フェイカーが勝って、まあジャングルも30ぐらい勝ってると。5点は、はい、生が勝っているので。CS でとにかく食らいついてるところですかね。そうですね、まあ、キルと、おーっと、グラガスがフラッシュインいいからウルトでうまく入ってる。ただ、カシオペアのシールドがこれでキルを取れないか。今、バルスの Q があと 0. 数秒遅ければカシオペアのシールドが切れてたのでやれてたと思うんですけど、カシオペアのシールドがあるときにバルスの Q が入っちゃってギリやれなかったですね。そうですね、クラマーもグラガスのウルトに対してしっかりと反応してましたね。スペルシールドで弾かれることなくポジションを取り続けることができました。いやー、グラガスのいいフラッシュイン E でさらにウルトでかなりいい集団戦の入り方だったんですけど、いや、ものすごく理想的だったと思います。あれでキルが取れないとなると相当苦しいですね、SKT 側。マリンがそうですね、もうちょっともしかしたらこのまま行かれるのではないかなと思ってしまうような。エボルさんがなんか僕のエイジオブエンパイアの配信めっちゃ好きだったっていう話が出てるんですよ、本当かな。ちょっとそういう嬉しい話はちょっと外が実況配信中そんなそうですね。じゃないけど、そんなちょっと調子乗っちゃうんで僕すいません。っていうかこれまだミッドのファーストが取れてない。はい、ミッドファーストは取れてないですね。30分ですよ。やはり渋谷のウェブクリアとカシオペアのウェブクリアが相まってなかなか落ちづらい状況になってますね。そうですね。SKT がこんな30分もファースト、ミッドのファーストタワーを倒れないって珍しいですね。そうですね、あまり見ないことですね。フェイカーはもう CS300、ただまだそれほど、まあコアアイテムのセラフとロア、アビサルと完成してるんですけど、まだまだですね、CS300 取ってる割には。そうですね、魔王界に対してやはりボイドスタッフが欲しいところですね。大豆のボイドスタッフが完成さえすればまだフェイカーがどうにかしてくれる可能性があると思います。ついつい SKT を応援してしまう、このなんか実況者あるまで負けてる方をね応援したくなる気持ちはありますが、ただやっぱり王者が負けるって見てる方も楽しいです。おーっとバルス危ない。なぜそんな前に出た。
ールトを外して、いや、ナイスフラッシュでしたね。マリンもフラッシュにはしませんでしたが、ただこれはインフィが取られますね。これは次あと40秒後に湧くバロンをなんとかして SKT は取らないと。はい、ちょっとワングの油断ですかおね。っとフェイカー押してる味方無視。なんか俺みたいなプレーを意外とただ有効ですね。もう相手はもうとにかくフェイカーに向かって戻ってると。はい、ただまあバロンがもうすぐ湧くので、そのあたりの視界のコントロールをアフリカ側は優先したのかなと。なるほど。ああ、それでトップレーン側にみんなで戻ってるんですね。はい。いや、バングの油断がちょっと驚きましたね。ただフェイカーがボイドスタッフが完成してるので、これライズがどれだけダメージ出すか。おーっと、またバングが捕まる。フラッシュがないですから。先ほどフラッシュ落としたのを分かってる。フェイカーも落ちる。なんださっきのフェイカーのウルトは。ウルトミスなのか。2のウルトだったんですけれども、スネアが入ってしまいましたね。これエンド狙ってますかね。はい、エンドいったと思います。カシオペアの、移動阻害のあれでしたっけ、宮妻ですかね。相まって動けませんでした。いや、王者負けますよ、これは。これ、マジで？おーっと、ミスフォーチュンが強い。お前が AD キャリアすればよかったと言わんばかり。うわー、まだ喜ぶには早いぞ。ネクサス折れてねえのに。早えアフリカフリークス、油断するな。これ歴史的瞬間じゃないですか。 SKT が 2-0 で負けると。おっとコーチが飛び込んできて喜んでる。これは喜びますよ。やはりこのアフリカフリークスっていうチームは去年か一昨年も唯一 SKT に勝ち越したチームらしくて、はい、これそのシーンは今年も残ってますね。いやー、これはちょっと僕はマリンが本当に考えられないような素晴らしいプレーの連続だったかなと思います。マリンですか？はい、マリンだと思います。もちろんビッグプレーナーのプロであったり、ABC のクラマーが素晴らしいフラッシュだったり反応速度だったりもするんですけれども、試合をコントロールしたのはやはりマオカイだったのかなと。序盤からまずグラガス相手にとにかく CS 差をつけていってで、フェイカーがちょっとトップ側に寄った時にマオカイがフェイカーを捕まえたことによりミッドタワーをファーストタワーを追って、それから急にアフリカ側に試合が傾いてましたね。はい、まさにその通りだと思います。マリンのトップを崩したところから試合が動いていったと。はい、崩しに行ったんですよね。3人かけてタワーダイブをしたんですけれども、そこで1交換に落ち込んだマリンの力量の凄さというのが試合に影響を与えたと思います。フェイカーが悔しそうですね。いや、もう SKT 全員悔しいと思います。フェイカーのこんな顔あんまり見ない気がする。はい、うわー、この笑顔腹立つだろうな、反対側でこんなに笑ったら。はい、いや、ただ2-0で全部で優勝するということを目標にしていたと思いますから、このコーチのドヤ顔いや、それほど練ってきたんでしょうね。いやはい。これは嬉しいでしょうね。はい、まさかの一戦でした。あと最後の、後半残り3分から5分ぐらいで、バングがミッド前で捕まったの、あれ何だったんですかね。ミッドのファーストタワーを。はい、もちろんファーストタワーを狙ってたんですけれども、サイドのブッシュ、このサイドのブッシュに、両方ともピンクが刺さってたんですよ、自分たちの。なるほど、はいなので、下が取れてるという判断であそこまで押していたんですけれども、それの奥のレースのところのブッシュに
物資じゃないですね、レースのところにガードが刺さっていたというのが把握できていなかったので、それによってからのテレポートエンゲージが始まってしまいましたね。それはマオカイがテレポートで飛んできたんですか？はい、マオカイがテレポートで飛んできて、かつ、シビアとカルマの移動速度アップからのエンゲージでしたね。あれがもう最終的なもう完全な試合を決定づけるTP でしたね。そしたらいや、このダメージ今見てもらってると思うんですけれども、フェイカーがチーム最下位というのが象徴的ですよね。フェイカー最下位、はい、意外も意外です。いや、やはり最初のジャングルにキルが入った2試合ともなんですけども、そこに影響があるのではないかな。序盤相手のジャングラーがキルを持ったことにより、まあそのアグレッシブなプレーが一切できなくなってしまったということですかね。はい、もちろんカシオペアがカウンターであるということもあるとは思うんですけども、ここですね、試合の中盤マリンが降りてきてフェイカーが捕まってしまったと。はい、素晴らしいロームでしたね。ダブルか。あとここでフェイカーがウルトして飛び込んだところに確かカシオペアのウルトが、はい、ちょうど結構とんでもないところに突っ込んでますよね、これ。なかなか気合の入る、気合のいる、ちょうどスキルをミスに見えたんですけど、スキルを出すタイミング、先ほども言っていた通り、ライズのカウンターであると言われるゆえんが、スキルを出すときに前を向いてしまうと、はい、そんなこと考えたこともなかった。考えたこともなかった。ここのフェイカーのウルトも大きなミスですよね。なんでそこにウルトを打ってしまったのか。いや、これはもう逃げるためにしょうがなくですね。逃げるために、はい、もっと後ろに打って逃げた方が良かったんじゃないかなと思ったんですけど、あそこだったんですね。あそこから飛ぶしかなかったということじゃないでしょうか。やっぱロールで一番強いのってマリンじゃないですか。いやー、どうでしょう。ただマリンは韓国に帰ってきて生き生きとしてるなという印象は、はい、見ていて思いますね。マリン、ゲームオブザプレイヤーみたいなのマリンが選ばれてますね、インタビュー。はい、MVP ですね。MVP ですね。はい。You know, I got the MVP, but you can't just take out all the other players and all the coaches that really help make this win possible. たくまさん、そろそろ録画とかそうですね。じゃあちょっと締めましょうか。ということで、LCK リーグオブレジェンドチャンピオンコリアウィーク4。アフリカフリークス対、SKT 王者 SKT が 0-2 で負けるということで、終わりました。解説のジュさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。終わります。ちょっと締め長いですね。長いですか？はい。LGL とか見てると、じゃあ一旦ここで失礼しますみたいな感じあるじゃないですか。あんな感じでちょっと短めに、感想どうでしたかぐらいの、ここがもしかしたら見てる見やすいのかなと思います。ちょっとあと自分思ったんだけど、やっぱなんか試合が動いたときはもっともっとこっち実況が自分側がどんどん何が起こってるかをとにかく口で喋って、はい、その後にジュソさんにゆっくり解説してもらう方がやっぱいいかなと思って、はい、僕はできるだけそうしようと頑張ってなるほど。だから俺がもっとだから例えばこういうシーンで例えばなんかマリンがウルト打ったとかそういうのを起こってることをどんどん実況して、はい、完全に集団戦が終わってしまってからどうでしたか、ジュソさんみたいな。はい、僕もそれをしようとは心がけたんですけれども、やっぱりちょっと気持ちがせって、クイーンになってて、ちょっとそこは気をつけて、もう一戦やりません？ちょっと、もう一戦あるのかな？時間大丈夫？もう今日はないですね、LCK は。また練習がてら。大丈夫ですか、たくまさんの配信、僕見てないんですけど、今つけてないんですけど、はい、229人見ていただいてます。
いう人いるんじゃないでしょ We うか。actually practiced Graves into the ring なんですか during our practice, いや、 and たく so ま we さん were のプレイが confident そ in ろそ that ろ見たくな matchup. る That 頃かな spirit will do that, and that's the いや reason な we んか kind of 実況うまく intended なり that たくなっ pick てきた。 against that baby face. いや、もちろんね、実況するのも You 楽 know, しい with で the すから coach having ね。so まあ much ごめんなさい、confidence in LJL us, の方はちょっとあれなんです it's よ。 just a もう、あい thing つさん that とレブ really ロさんがやってるから、も fired う us up. 誰も日本語でやってない LCK をやりたいなと思って、そうですね、LJL はもう、立派な実況解説がいらっしゃいます。あんまほとんど意味ないかなと思っ It て、 was really outside our thinking of the ちょっ current meta. と練習したいな。 What was kind of the preparation method behind that? まあもうこれは練習したいですね。なんかね、やっぱ、いやもうやってて、全然盛り上がってねえなっていうのがなんか、いやなんか実況が全然盛り上げる力がないなっていうのがあって、 That team い lost や、僕 because も of ど they 忘れ didn't しま have したよ a true tank. And we ちょっと felt 実は like 明 we 日 can か明後 eliminate 日、 as は many い tanks as possible. どの試合実況解説するか決めて、お互いちょっと気合い入れて、配信外で録画しましょうよ。はい、わかりました。明日ただ明日は LJL あるんですね。LJL か。はい、日本のリーグがあるので。 3日後ぐらいやります。そうですね、日曜日だったり。ちょっとじゃあ、3日後か4日後あたりで、お互い時間、夜は空いてるんですかね、どっちも。はい、僕は空いてます。そしたらちょっとこっちが時間がね、子供がいつ寝るか分かんないから、まあ、自分が録画できるようになったら一旦声かけて、で、その時ジュソさんが空いてたらやると。はい。で、ジュソさんが空いてなそうだったら普通にこっちはゲームしますので、まあ3日後か4日後あたりを、But it's this thing where, you know, if we play well, we play extremely well. なんか But 実 when we 況うまく play なりて bad, え。まあ、は we い。 play ちょ extremely っと bad. And 今日の反省生かし those てあ are some れ of the し things ま that す we の were trying で to、focus on は and い。 trying to はい、どう compensate もありがとうござい on. ました。ありがとうございまはい、す。お疲れ様でしおた。疲れはい、様でした。お疲れ様です。はい、はい、失礼しどうもです。おます。疲れ様でした。